エルサレム由美と申します。今回は私が人生で赤面したことがあるんですけども、そのことを通して私は神様に守られているんだ。また神様は私の祈りを聞いてくださっているんだっていうことを感じた時のお話をさせていただきます。私たちの教会では毎年教会で海外宣教の働きがあるんですけども、イスラエルに行きます。今年も11月にイスラエルに行きますけども、イスラエルにガリラヤ湖という湖があります。その湖の目の前にですね、あるロンビーチホテルというところに毎年泊まってですね、礼拝や聖書に出てくる場所にツアーに行ったりします。このロンビーチホテルはガリラヤ湖が目の前にあってですね、とても祝福された時を過ごすことができる場所です。10年以上前のことなんですけども、私はその年初めてイスラエルに行きました。母と一緒に参加してエジプトからイスラエルに行き、また聖書に出てくる地名やまたその箇所があるとすごく感動を覚えて、とても楽しい時を過ごすことができました。で、ガリラヤ湖のロンビーチホテルには何泊かするんですけども、ホテルを建つ前夜のことだったんですけども、母と2人でですね、夜外で外に出て湖の前でお祈りをする時を持っていきました。私はですね、途中で部屋に戻ることにしたんですけども、部屋に戻った私はですね、日本人なので、やはりとりあえずお風呂に入ろうというふうに思ってですね、お湯をためることにしました。たまるまでですね、ちょっと時間がかかるので、私は横になろうと思いまして、ベッドでですね、横になっていました。で、どのくらい経ったかわからないんですけども、部屋の外からですね、ドンドンドンっていうふうにドアを叩く音が聞こえたんですね。私は何だろうというふうに思ってですね、ドアを開けました。その時の記憶はもう全くないんですけども、ですね、従業員の方がですね、後々聞いたところ、日本人の部屋が大変だっていうふうにですね、叫んでいたそうです。私はですね、なんと、後ですね、ぐっすりと寝てしまったんですね。そのために、このお湯を溜めていたんですけども、そのお湯がバスタブから溢れてですね、そのホテルのお風呂の作りも排水が塞がれていたためにですね、お風呂場から水がですね、水浸しになって部屋中が水に浸ってしまうということが起こっていました。そして部屋は絨毯だったので、ピチャピチャピチャとですね、部屋の外までその水が流れているっていう風な状態になってしまいました。私はですね、なんていうことをしてしまったんだろうっていうふうにですね、すごく恥ずかしくて、また赤面してしまい、またですね、この状況どうしたらいいんだろうっていうふうに、とても不安になりました。で、教会のスタッフの方々がですね、その後対応してくださったり、またホテルの従業員の皆さんが部屋の中をですね、モップで水を吸い取ってくださったり、また新聞紙を敷いてくださったりとですね、対応してくださったんですが、この部屋はすべて新聞紙だらけになってしまいました。で、私はですね、本当にその後、何も知らない母もですね、帰ってきて、部屋に戻ってきてびっくりしてですね、2人ですごく恥ずかしい思いをしたんですね。で、イスラエルに来たのが間違いだったのかなっていうふうにすごく悲しくなってしまいました。で、この状況が夢であってほしいというふうに思いました。しかし、この聖書には良いことも悪いことも神様はすべて益としてくださるので、すべてのことを感謝しなさいというふうに書かれています。で、私は母に促されて、このことをですね、神様に感謝していきました。神様、このですね、水浸しになってしまった状況、
感謝しますというふうにですね、一つ一つをそのままを感謝していきました。その感謝の祈りをする中で、この自分の中にあるこの悪いところとかですね、そういうところに神様は気づかせてくださって、悔い改め、神様にごめんなさいというふうな祈りが導かれていきました。で、その感謝の祈りやいろいろな祈りをする中で、ですね、ある一つのことが心配になったんですけども、それはロンビーチホテルが今後借りれなくなったらどうしようというような不安があったんですね。なので、そのためにもこのままずっと借りることができるようにという祈りもしていきました。そして、この弁償のお金が取られないようにというふうにお祈りしていきました。その日の夜はずっと感謝し続けていったんですけども、感謝する中でどの瞬間だったかわからないですが、私も母もすごく心が平安になっていました。で、このことをですね、笑えるようになっていたんですね。で、次の日の朝、教会の責任者の牧師の方に報告と謝りをしたんですね。そしてホテルの責任者の方にも謝りました。その時にですね、母がその責任者の方にですね、来年も来てもいいですかというふうに聞いてみたところ、待っていますというふうにですね、快く言ってくださり、私は本当にほっとしました。神様が守ってくださいました。後から考えるとですね、私たちが泊まった部屋はフロントの目の前にあって、そのためこの水浸しになっている状況に気づいてもらえるという守りがあったことを感じました。またその部屋の下はですね、客室ではなくこの食堂だったので、下の部屋に水が漏れるということもなく、本当に守られていました。帰国後ですね、周りの方々に聞いたところ、この話をですねして聞いたところ、ある方は外国に行った時にですね、部屋のトラブルでお金を請求されたとおっしゃる方もいてですね、私は特別な守りを感じました。で、その後部屋はどうなったのかなっていうふうに私は考えるようになりました。絨毯を変えなきゃいけない状況になってしまったのかなとかですね、いろいろ考えたんですけども、その数年後にですね、私はまたイスラエルに行くことができたんですけども、その時またロンビーチホテルに泊まることができました。で、神様にお祈りしました。それは神様、どうか水浸しにした部屋を私に見させてくださいっていうふうにですね、ほんの小さな祈りだったんですけど、お祈りしました。で、その泊まった時にですね、日曜日の礼拝があったんですけども、スタッフのお手伝いをさせていただくことがありました。で、そのスタッフの方のですね、お部屋に行く時のことなんですけども、なんとそのスタッフの方のお部屋が私がかつて水浸しにした懐かしいお部屋だったんですね。で、私はすごく感動しました。絨毯もそのままのようだったんですけども、そして何よりも神様がですね、部屋をもう一度見させてくださいというふうにお祈りした、その祈りに神様が応えてくださり、不思議な形で再びその部屋を見ることができました。今年もですね、また教会でそのロンビーチホテルに泊まります。私はこの赤面するような出来事を通して、神様が私をいつも守ってくださっており、私の祈りを聞いてくださっている。そして私といつも共にいて、一緒にいてくださっている方だということを知って、とても祝福を受けました。神様が大好きです。このことを心から感謝します。最後までお聞きくださりありがとうございました。